皆様こんにちは。シトラスハンドメイドサラです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。そしてね、チャンネル登録、高評価も本当にありがとうございます。とても嬉しいです。これからもね、いろんな動画出していきたいと思いますので、もしよかったらね、チャンネル登録、高評価いただけるととても嬉しいです。今回はこちらのひまわり作っていきたいと思います。夏に向けてこのひまわりが編めるとね、いろいろ活躍できると思います。こちらの材料なんですけれども、まずはね、糸ですね。今回こんな感じでね、ひまわりカラーでいきたいと思います。これね、色を変えても可愛いですしね、そうするとまたひまわりじゃないお花に見えます。とても可愛いです。今回はひまわりでいきたいと思いますので、もうザ・ひまわりカラーですね。イエロー、そしてブラウン、ね、この真ん中がテラコッタと、あと外側はこのブルーでいきたいと思います。この4色、そしてね、このレースヤンを使いたいと思います。レースヤンだとね、ちょっとちっちゃめなこうモチーフができるんですけれども、これ毛糸を変えるともうちょっと大きいもの、お洋服になったりとかもしますしね、いろんなものを選んで編んでみてくださいね。で、あとハサミ、そして針ですね。これで編み進めていきたいと思います。はい、それでは編んでいきたいと思います。まずですね、この中心から編んでいきますので、今回はこの濃い茶色の糸、ここからスタートします。皆さんはお好きな糸を使っていってくださいね。はい、でこの糸、まず輪っかにしますね。針を糸の下から通してくる。回転させたら糸をかけて引っ張ってくる。これで輪っかができます。で、この輪っかから鎖編みを4目編んでいきます。かけてこの輪っかを通って引っ張ってくる。これで1回かけて引っ張る、2回かけて引っ張る、3回、もう1回かけて引っ張ると4回できました。で、ここからこの裏を見るとお山が4つできているんですけれども、一番最初の山ですね、ここに針を入れていきます。裏の一番最初のお山の1本、ここに針を入れたら糸をかけて2本一気に引っ張ってきます。こんな感じで、結構こうレースヤンでね、ちょっとちっちゃいんですけれども、ここに引っ張ってくるとね、ここに穴ができるんですね。こう輪っかができるんです。で、このちっちゃい穴にね、今からいっぱい編み入れていくんですけれども、まずですね、今引っ張ってきたところから、引き抜いたところから鎖編みを3目編みます。ここから1、2、3、鎖編みを3回編んだら、ここからですね、長編みを15目、15回編んでいきます。なので今の鎖編みプラス長編み15、全部で16と数えます。ここから長編みなのでかけて、今の輪っかですね、今のちっちゃい輪っか、ここの中に針を入れて、そして糸をかけて引っ張ってくる。そうすると針に今3本かかっている状態なんですけれども、糸をかけて2本引っ張る、糸をかけて2本引っ張る。これで長編み1回ですね。もう1回いきます。糸をかけたら今の輪っかの中に入れて糸を引っ張ってくる。で、糸をかけて2回、2個、糸をかけて2個一気に引っ張ってくる。これで長編み2回、こんな感じでね、ぐるっと全部で16、この鎖合わせて16になるように編んでいきます。でね、途中この最初の糸あるんですけれども、これも一緒に編みくるんでいきましょう。ね、そうすると糸処理がとっても楽ちんなのでね、かけて入れて糸を引っ張ってくる。
そして糸をかけて2本一気に引っ張ってくる。かけて2本一気に引っ張ってくる。かけて入れて引き抜いてくる。で糸をかけたら2本一気に引っ張ってくる。もう一回2本一気に引っ張ってくる。でどんどんぐるーっと一周してみてください。はい、こんな感じで一周編んできました。長編みですね。でだんだんね編んでくるとこれが左にこうねかかってくるので、ここをちょっとキュッキュッてこう分けながらねここに編み入れていってくださいね。でこれが土台になるので、ここが16あるかなっていうのを最後確認してからここ糸をカットしていきます。このね16がね数揃ってないとだんだん花びらもね合わなくなってきてしまうので、この長編みですね、ここがここから数えて16あるかな。最後の鎖編み、最後というか一番最初ですね、一番最初に編んだ鎖編みも合わせて16あるか確認してみてください。で16あったよっていうところでここに引き抜いていきますね。この鎖編みの一番上、隣の長編みの1個右ですね。ちょっとねちっちゃくて分かりにくいかもしれないんですけれども、ここに引き抜いていきます。長編みの1個右のところ、糸2本ここを通って糸を引っ張ってきます。で引き抜いたら1個鎖編みをしてカットしていきましょう。はい、で糸を引っ張ります。で裏返しにしたらこの糸を中にしまっていきます。これはねもうどこでも大丈夫です。隠れてね見えなくなる感じでね編んでいってください。よいしょ。こんな感じでね中に入れ込んだら、この最初のこの糸もねもし編み忘れちゃったら今ねここで中に入れてってあげてください。で前に見てちょっとここを整えたらね、あまりキューッと引っ張っているとこの目が分かんなくなっちゃうのでね、丸く整えたら糸をカットします。こんな感じですね。できました。ここから糸の色を変えていきます。はい、続いてこの2段目のところ作っていきたいと思います。今回はねこのテラコッタカラー、こちらを使っていきます。まずね輪っかを作ります。私はね輪っかを作った方がやりやすいので、ここ輪っか作っていきたいと思います。もう作らないでそのままいくよっていう方はそれでも全然大丈夫です。でこの輪っかを作ったら、この今のね、作った丸、表裏を確認して、表からどこでもいいんですけれども、この上の糸2本、どの目でも大丈夫です。糸2本のところに針を入れて、後ろにさっきの輪っかをかけて前に出してきます。こんな感じでね、輪っかを前に出せたら、ここから、まずですね糸をかけます。そして同じ穴に入れます。
ね、でこの糸、後ろのね糸先、これも一緒に編み込んでいきますね。よいしょ。で糸をかけたら引き抜きます、ね、まだ編みません。このままね、今3本糸がかかってるんですけれども、もう一回かけて同じところに入れてあげます。で糸をかけて引っ張ってくる。そうすると今糸が12345個かかってる状態。まだ編みません。また糸をかけて同じところに入れます。で糸を引っ張ってくる、ね、すごいいっぱい糸がかかっているんですけれども、今糸が1234567本ここにかかっています。で7本かかったらここで糸をかけてやっと引っ張ってきます。7本一気に引き抜いてあげてください。こんな感じで。でここから鎖編みを1目7本まとめる感じですね。こんな感じで編みます。この繰り返しなんですね。でこれを一つ一つのこの目一個一個に編んでいきます。なので全部でこれも16個編んでいくことになります。今1個やったのでね、あと15回編んでいきます。もう一回いきますね。糸を1回かけたら隣の目に針を入れてあげる。そして引き抜いてくる。で糸をかけてもう一回同じところに入れて引っ張ってくる。ね、今12345個かかっている状態。もう一回かけて同じとこに入れ込んで糸をかけて引っ張ってくる。そうすると1234567本あるの確認して糸をかけて一気に引っ張ってあげる。で最後この7本をまとめるように鎖編みをかけてあげる。でここまで来たらまた隣へ引っ掛けて隣の目ですね。目を編み飛ばさないようにかけて引っ張る。またかけて同じとこに入れて引っ張る。でまたかけて同じところに入れて引っ張る。で7本あるの確認したら糸をかけて一気に引っ張って最後鎖編みでまとめてあげる。この繰り返しです。こんな感じでね、全部のこの編み目に、7本一気に引き抜くというものを入れてってあげてください。ここからあと1目です。かけてここに入れて引っ張ってくる。かけて入れて引っ張ってくる。かけて入れて引っ張ってくる。7本あるかな確認をしたら7本一気に引っ張ってくる。そして最後必ずねこの鎖編みでまとめる。これで全部が終わりました。で、引き抜くところなんですけれども、この一番最初の塊のこの頭ですね、こう広げるとね一つ一つ少しスペースがあると思うんですけれども、この間結構大きいところですね、大きい穴ぼこがあるんですけれども、この塊の間に入れてあげる。引き抜いてくる。こんな感じで引き抜いてきたら一つ立ち上がる。こうですね。でここでカットなんですけれども、カットする前にですね、ちょっとこれ必ず確認していただきたいのが、ここ16あるかなっていうところなんですね。ここを1塊2塊、この塊を1と数えて16あるか確認してみてください。そうですね、16ここがあることでですね、このスクエアがうまくいくんですね。ちょっとここでね失敗例を皆さんにシェアしたいんですけれども、私これ編んでる時にね
気づかずこれ15目だったんですけれども、ずっと編み進めていって、これをねこのお花のこのままどっかに縫い付けるようだったらね全然問題ないんです。これでもいいんですけれども、これをスクエアにする時にね15目だと目が足りなくなっちゃうんですね。四角にならなくなっちゃうので、ね、スクエア最後まで四角にするよっていう方はこれね16、最後の最後でね私気づいたんですね。このスクエアにしてる時に気づいたので、すごくショックなのでね、皆さんにはそうなってほしくないということで、これ16ねあるか数えてからカットしましょう。ね、今回はこれで16あったのでここでカットします。で糸を引き抜いたらこれをまた後ろにね隠していきます。でこれもねどこでもいいので適当なところにね糸を入れて、隠してあげてくださいね。はい、こんな感じでね裏に隠し込めたらちょっとこう形を整えてあげてね、でカットします。一番最初の糸もねもしね編みくるむの忘れちゃったわっていう場合は今ここでね中に入れてってあげて、ここでカットします。カットですね。こんな感じで2段目が完成です。はい、続いてですねこの黄色い花びらのところ編んでいきたいと思います。この黄色のところもね輪っかからスタートしていきたいと思います。輪っかを作ったらこれをまたこれもねどこのところどこの目でもいいんですけれども、この上2つですね2本に針を入れて後ろに輪っかをかけて前に引き抜いてくる。でここからですねまず糸をかけて同じ穴に入れる。でこの時もね後ろの糸を一緒に編み込んでいきましょう。で糸を引き抜いたら、そしたらここから2個だけ引き抜きます。2個引き抜くとこの針の上に2本糸がかかります。でもう1回かけて同じとこです。まだ同じところに入れて引き抜いてくる。そしてまた同じくね2本だけ引き抜きます。そうすると今3本かかってるところでまたかけて同じところに入れます。引っ張ってきてまたかけたら2本引き抜きます。今4本。もう一回かけて同じとこに入れて引き抜く。糸をかけて2本引き抜いて針の上に1,2,3,4,5本糸がかかっているのを確認したらかけて5本一気に引き抜きます。こんな感じでここから鎖編みを2目2回編みます。でまた同じ繰り返しです。隣のこの穴にかけて入れてあげて引っ張ってくると3本糸がかかってますね。糸を引っ掛けたら2本だけ引き抜く。でまた糸をかけたら同じところに入れてあげて引っ張ってきたら2本だけ引き抜く。そうすると3本かかってる状態でもう一回かけてあげて入れて引っ張ってくる。2本引っ張る。
今4本ですね。かけて引き抜いてきて2本だけ引き抜く。そうするとやっと今5本かかってる状況。ここから糸をかけて一気に引っ張ってきます。で、2回鎖編み。この繰り返しですね。もう一回やってみます。糸をかけて隣ですね。隣のところに引っ張ってきて2本だけ引き抜く。今2本かかってる状況ですね。で、糸をかけて引っ張ってきて2本だけ引き抜く。今3本かけて引っ張ってきて2本だけ引き抜く。今4本かけて引っ張ってきて2本だけ引き抜く。1,2,3,4,5本きました。そしたら糸をかけてあげて一気に引っ張ってくる。で、引っ張ってきたら引っ張ってきたら鎖編み2目を忘れずに編んであげる。鎖編み2回ですね。この繰り返しです。こんな感じでね、1目に最後糸が5本になるまでこうかけて引いて2本引き抜くみたいなこの繰り返しをねやってみてください。こんな感じで最後の手前まで来ました。最後の一つですね。かけて引っ張って2目引っ張る。かけて引っ張ってきたら2目取る。かけて引っ張ってきて2目取る。かけて引っ張ってきて2目取る。で、5本になったら一気に引き抜いてあげる。で、最後もしっかり鎖編み2目編んであげる。で、引き抜くところなんですけれども、前の段と同じね、この塊、一番最初の塊のこの間ですね、1番と2番の間のこの大きな穴に針を入れてあげます。針を入れてあげて糸をかけて引き抜いてくる。で、1回鎖編み。こんな感じですね。で、今これでね、黄色の花びらも、16目あるか確認してみてください。で、16目あったよっていうところでね、ここをカットしていきます。カットしてね、これも引き抜いたら後ろにね、こんな感じで隠していってください。こんな感じでね、裏にこう糸を最後隠せたら、最初の糸もね、もし編み込んでない場合はここ裏を通って糸を隠せたら、前をねちょっと整えてあげて丸を作ってあげて最後カットします。こんな感じでできました。はい、それでは最後の段作っていきたいと思います。最後ね、これ四角にしていきます。私は今回ね、このブルーの糸で外囲っていきたいと思います。これもね、まず輪っかにしてから始めたいと思います。そのままいける人はね、輪っかにせずそのまま編み進めていってくださいね。で、輪にしたら、この一つ一つの穴、どこでもいいんですけれども、どこかに針を入れて、で、後ろ輪っかを取ってあげたら前に出してくる。こんな感じでね。で、ここからまずですね、鎖編みを4目編みたいと思います。鎖編みを1、2、3、4
鎖編み4回編んだら今度は長編みを2回入れます。同じところに2回入れますね。まず針に糸を2回かけたら同じところ同じ穴に針を入れて後ろから糸を引っ張ってきます。その時ねこの糸後ろの一番最初の糸これも一緒に編みくるめていってくださいね。で、ここから糸をかけて2本取ってくる。でもう一回かけて2本引っ張ってくる。そして最後の2本を引っ張ってくる。こんな感じですね。もう一回同じのを編みます。長編みなので2回かけて同じところに入れてあげる。で引っ張ってきたら4本かかってる。で糸をかけて2本引っ張ってくる。糸をかけて2本引っ張ってくる。糸をかけて2本引っ張ってくる。これね長編みが2本編めました。で最初の鎖編みとそしたら隣の目に移ります。隣のこの穴ですね。ここに移っていきます。隣は長編みを3回編みます。長編みなので1回かけてあげて入れて引っ張ってくる。で糸をかけて引っ張る。糸をかけて引っ張る。もう一回いきます。糸をかけてあげて、穴のところから糸を引っ張ってきてあげたら3本かかってます。糸をかけて2本だけ引っ張る。糸をかけて2本だけ引っ張る。もう一回長編みですね。同じところです。糸をかけてあげてから引っ張ってくる。3本ある状態から2本だけ引っ張ってくる。2本だけ引っ張ってくる。これで長編みが3回編めました。次隣に移動します。今度は中長編みです。糸をかけたら隣のここ目に入れてあげる。で糸を引っ張ってくると3本ありますね。この3本を一気に引き抜いてあげる。これが中長編みですね。もう1回入れます。糸をかけて、同じところですね。同じ目に入れてあげたら3本一気に引き抜いてくる。もう一回糸をかけて同じ目に入れてあげる。3本になったらそれを一気に引き抜いてあげる。こんな感じですね。でここからこの隣に移動します。隣は長編み3回かけて入れて引っ張ってきて長編みなので2本取って2本取ってかけて入れて引っ張ってきて2本取って2本取る。かけて同じ目ですね。引っ張ってきて2本取って2本取る。長編みが3回編めました。隣は、長編みを3回入れます。長編みなので2回かけて引っ張ってくる。で2本取って引き抜く。2本取って引き抜く。最後も2本取って引き抜く。もう一回長編みですね。同じところに入れて引っ張ってきたら2本取る。2本取る。2本取る。もう一回長編みですね。かけて引っ張る。2本取る。2本取る。2本取る。これで長編みが3回できました。そしたらここから鎖編みを2目1回2回でまた同じところにこの同じところに長編みを3回入れます。2回かけたら引っ張ってきて2本ずつ引き抜いてくる。
もう一回長々編み引っ張ってきたら2本ずつ順番に取ってきてあげる。もう一回長々編みですね。2本ずつ引っ張ってきてあげる。今のここがね角になるんですけれども、角はねこの合計6本長々編みが入るのでちょっとここ広がります。で、終わったらその隣のところに移動しますね。隣は長編み3回です。長編みなので1つかけて引っ張ってくる。2本ずつ取っていく。これを3回繰り返します。3回長編みを入れたらその隣に移動します。隣は中長編みです。3本一気に引き抜く。中長編みを3回入れますのでね、ここ3回。ね、角以外は全部3回入ることになりますね。3回入ったら今度は長編み3回ですね。長編みを3回、1回、2回、3回。3回編めました。そしたらまたね角に来ました。角はここ6本入るのでね、まず長々編みですね。長々編みを3回2本ずつ取ってくるやつですね。2本かけて引っ張ってきたら2本ずつ順番に取っていきます。で長々編みが3回編めたら鎖編み2目1、2、そしたらまた長々編みを同じ目に入れていきます。これで角ができました。この順番なんですね。これ全部同じなんです。で、今角ができたから次が長編み3回、隣が中長編み3回、隣が長編み3回、そしてまた角に来てっていう順番でこの四角ですね、ぐるっと編んでみてください。はい、この最後の手前までやってきました。最後の手前は長編みが3回です。1回、2回、3回。長編みが3回編めたら、ここですね、一番最初のこのスペースにもう長々編みを3回入れます。で最初は長々編み3回で始まっているので、最初はねこの鎖編みで立ち上がったんですけど、長々編みが2個入っている状態、これ3本ある状態ですね。この同じ一番最初のところに長々編みを3回入れていきます。
1、2、よいしょ、3回で、3回編めたら、ここから鎖編みを2目編みます。で、そしたら一番最初のですね、この鎖編みの頭、ここに入れていきたいと思います。まずね、もうここで糸をカットしていきましょう。こう引っ張ってきたら糸をカット。でですね、これをピーって引っ張っていきます。そしたら鎖編みですね、ここですね、この頭のところ、ここが、長々編み、ここが鎖編みの立ち上がり、ここのここ難しいですね。よいしょ。この上2本を引っ張ってあげるとこんな感じで、この糸ですね、この糸をかけて後ろに引っ張ってきてあげる。で、そしたら今、こう来たところ、ここですね、ここからこう始まってこう来ているので、ここに戻してあげる。なのでここ後ろから針を入れて、この糸をかけて後ろに引っ張っていく、こんな感じですね。で、ちょっとこういい感じに詰めると、ここつながってくるかな。こんな感じで、最後もですね、この裏の糸、これをね、後ろの好きなところにこう隠していって、で、最後糸を切ります。こんな感じでね、糸をこう中に入れていたら、最初の方の糸もね、中に入れてあげて、一緒にこう編んできてたらね、大丈夫です。ちょっとこう形を整えてあげてね、ギューって引っ張られてないか確認して整えてあげたら、最後糸をカットしていきます。はい、こんな感じで完成です。はい、今回はこんな感じでひまわりを編んでみました。で、これとこれって編み方とか糸も一緒なんですけれども、針が違うんですね。針が違うとこんな感じで大きさも変わってきます。ぜひ皆さんね、いろんな糸とか針とか使って編んでみてくださいね。はい、それでは今回もここまでお付き合いありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。